皆さんこんにちは、ひものです。あれ手が戻らない。まあいいや、じゃあこのまま話そう。本日はですね、ちょっと珍しく考察動画みたいなのをね、作りたいと思いまして、まあ珍しくというか今まで1回しか作ったことないんですけれども、何の動画かっていうと、先日ね、完全なるマイクラ初心者の状態から2年かけて、ほぼね、コメントを頼りにエンダードラゴンを倒したんですよ。めちゃめちゃ頑張ったので感動したんですけど、肝心のね、エンドロールが全編英語で内容が全くわからなくて、後日日本語訳を調べたら想像以上に内容が濃かったので、意味を知りたくてね、調べたんですけど、こんなに遊ばれてるゲームなのに意外とね、考察してる記事が少なかったんですよ、日本語で。じゃあ自分で好き勝手に解釈してもいいんじゃないと思って今回動画を作ることにいたしました。英語が読めないから、その翻訳された文章を元にしての考察だし、マイクラ歴も浅いし初心者だし、哲学とか宗教にもね全然疎いので、すごいトンチンカンなことをね言ってると思うんですけれども、こういう解釈ができて面白いよみたいな感じでね見ていただけたら幸いでございます。まずエンドロールに流れる文字はエンドポエムというらしいです。エンドポエムとは、ジ・エンドにてエンダードラゴンを討伐し、エンドポータルをくぐった時に流れるいわばエンディングのようなものであるってね、ウィキに書いてあるんですけれども、これを書いたのはジュリアン・ゴフという小説家さんです。マイクラ制作者のノッチさんという方がジュリアンさんの小説を読んで、エンドロールの詩はこの人に書いてもらおうっていう風に思ったらしいです。でね、見てわかる通り、この文章は青い字と緑の字のね、謎の2名の対話形式でございます。これがね、長々と実に8分程度、もっと多いかな、続くんですけれども、便宜上青字を A、緑字を B という風にねさせていただきます。この会話をしているのは一体誰かという、ある意味核心部分的な感じだと思うんですけれども、考察をしていく上でね大切な部分だと思うので、ちょっと最初に考えたいなと思います。彼らはね、自分たちのことを文章の中でかつて様々な名前で呼ばれたって言ってるんですね。一方で、君が君でないと思っているものすべて、あとは宇宙神羅万象だという風にね、彼らは自分たちのことを形容しているんですね。要は人知を超えた超常的存在だっていうことを言いたいと思うんですけど、これをね一言でまとめるのがすごい難しかったんですよ。なんかこう、神的存在であり、君が君でないと思っているもの全てであり、様々な名前で呼ばれて宇宙そのものであるみたいな。でもそうやって言うとさ、なんかこの言葉で形容できるねキャラクターが一人いて、それが手塚治虫さんの火の鳥なんですよだから手塚治虫さんの火の鳥みたいな存在っていうのが、多分読んだことある人なら大体一発で納得できるね存在だと思うんですよ。やっぱ手塚さんってすごいなって思うんですけど、知らない人にね一応念のため説明すると、火の鳥っていうのはその漫画家の手塚治虫さんが生み出したキャラクターで、その生き血を飲めば不老不死になれるって言われている伝説の鳥なんですけど、何にでも変身できて、何でもできて、生命の源であり宇宙そのものであるみたいな、なんかもう本当にそういう全てを内包するようなねすごいキャラクターなんですけれども、そういう感じだと思っております。でプラスこのねエンドポエムには途中でジュリアンさんとマルクスっていう、なんでマルクスだけ呼び捨てにしたんだろう、ジュリアンさんとマルクスさんっていう個人名が出てくるんですね。でこれは言わずもがな詩を書いたジュリアンさんと開発者のノッチさんの名前です。ノッチっていうのはニックネームらしくて、本名はマルクス・ペルソンっていうらしいんですね。なのでポエムの語り手はこの2人、A と B はジュリアンさんとマルクスさんっていう風に考えることもできます。一体どっちが正解なのっていう話なんですけど、私はどっちも正解だと思っています。例えばゲームを遊んだ私たち、マインクラフトをプレイしている私たちは、彼らをゲームを作った人っていう風に個別認識できますよね、メタ的な話で。でもゲーム内で生きているキャラクター、スティーブっていう名前がありますけれども、マインクラフトにはそのスティーブたちにとっては、彼らは世界の創造主たる超常的存在なんですよ。本当にもう世界を作った人たちだから、その存在をちゃんと認識できない、その神様みたいな感じなんですよ多分。だからつまり火の鳥的な存在なんだよっていう意味で、彼らは自分のことをこんな風に形容しているんじゃないかなという風に私は解釈いたしました。ちょっとねこの解釈でこれから進めていきたいなと思ってるんですけども、さてこのエンドポエムってねすごいなんか難しいって言われてるんですよ。何言ってるか分かんないみたいな、分かんないから飛ばしたとか、飛ばしたいけど飛ばせない、うざいみたいなね、そういうことが結構出てくるんですけど、なん
なんで理解できないかっていうと、比喩表現がたくさんあるからだと思うんですね。だからその文章を解読するためには、この人は何を比喩してるのか、単語の意味を知る必要があると思うんですよ。で、この2人の会話には、プレイや夢みたいな単語がたくさん出てくるので、これらの言葉が意図するものは何かっていうのをちょっと考えないといけないと思うんですね。例えば、夢という単語結構ね、たくさん出てくるんですよ。ゲームという夢にのめり込んでいる時、プレイヤーは言葉を使っていろいろな物事を想像するらしい。みたいな感じでね、こんな幻想的な感じの詩なんですけれども、この夢という単語、言葉そのままにレム睡眠時に見る視覚的現象という風に捉えることもできるんですけど、それじゃ面白くないということで、乾物干物っていうゲームをプレイしている私から見た夢という単語の意味するものは何か。それは空想だと思います。大体の人間は魔法を使えるようになりたいとか、空飛べるようになりたいとか、YouTuber になりたいとか、VTuber になりたいとか、いろんなね空想を一度はしたことあると思います。で、このマインクラフトというゲームはその空想を実現できる世界ですよっていう、実現できるゲームですよっていうのを言いたいんじゃないかなと思います。スティーブが駆け回るワールドは、この乾物干物、私があれやりたいな、これやりたいなっていうね、空想がギュッと詰まった夢の世界であり、スティーブの人生そのものが干物の楽しい夢なんだよっていうことを言いたいんじゃないかなと思って。で、ここまではなんかふわふわした可愛らしい話ですけど、火の鳥2人が言いたいことはそれだけじゃないんじゃないかって思えてならないんですよね。その理由は文字化けにあります。見たことある方は知ってると思うんですけれども、このエンドポエムにはところどころ文字化けで読めない箇所があるんですね。ちょっと読ませていただきます。時に私は冷たくなる。時に彼らに君たちが真実と受け取るこの世界は単なるであり、君たちはであることを伝えたくなる。プレイヤーたちは長い夢の中でほんの少しの現実を見ているんだ。みたいな感じで、ちょっと何言ってんのこいつみたいな部分があるんですよ。つまりこの2人は乾物干物という私が現実だと捉えているこの世界もまた別の誰かの夢なんじゃないかっていう風に言いたいんじゃないかなと思って。スティーブの人生が乾物干物の夢であるように、乾物干物の人生も誰かの空想が具現化した夢なんじゃないか。マインクラフトという世界を内包するこの現実という世界があるように、この現実という世界を内包するまた別の現実があるんじゃないかみたいな、そういうことを言いたいんじゃないか。まるでマトリックスの世界ですよね。マトリックス見たことある方ならこの解釈わかると思います。結構ゾクゾクする考えですよね。根拠はね、一つ目の文字化けの後に B がいやそいつはこれ読めないよみたいな、この文字化けはこいつには読めないよみたいなことを言うんですよ。で、それに対して A がそうだよな、だってこいつまだ最高レベルになってないもんなみたいな感じに返すんですよ。つまり見えてないだけで、我々現実世界の人間にもマイクラのキャラクターのようなレベルという概念があって、我々はまだその最高レベルに達していないから、それを認識することができない、イコール文字化けを読めないみたいな話なんじゃないかなと思って。じゃあ最高レベルに達するのはいつよ？死ぬ前？悟りを開いた時？それを火の鳥たちは答えをゲーム内の短い夢ではなく、人生の中の長い夢で探しなさいという風に言ってるんですね。そのゲーム内の進捗みたいなのもいいけど、さらに君たちにはもっと大きなものを構築するクエストみたいなのがあるから、それを人生の長い夢の中で達成しなさいみたいな風に言ってると思うんですよね。で、逆にスティーブは一つの高みに到達できたので、エンダードラゴンを倒すというね。なのでこのね、創造者たちの言葉を受け取ることができるし、自分より上の次元の話も読み取れる。こいつの方がよっぽど悟りを開いてますよね。ここまで考えれば前半のポエムの意味がなんとなく見えてくると思うので、ちょっとね今ウィキのエンドポエムを写しているんですけれども、これをね見ながら順に見ていきたいなと思っております。で、ここねプレイヤー名はそれぞれのスティーブの名前が入るんですけれども、私のスティーブは干物ガールっていうので、ちょっと干物ガールで読ませてもらいます。上から見ますよ。私はお前の言うプレイヤーが分かったぞ。干物ガールのこと？そうだ、気をつけろ。そのプレイヤーは高みに達した。我々の考えが読めるのだ。この文はそのまま、うわ俺ら見られてるぜみたいな軽いやりとりだと思います。 A の気をつけろに対して B はそんなことは気にならない、プレイヤーは我々のゲームの一部だと思っているというふうに言っております。最初にねエンドロールが流れ出した時は、それよくあるクレジットとか簡単なメッセージだと思いまして、まさかこんな脳みそフル回転するような壮大な哲学だとは思いませんでしたよ。で、私はこのプレイヤーが気に入った、よく遊んでくれた、諦めなかったということで、私ねここね初めて日本語訳を
語を読んだ時にちょっとここで泣いてしまって、その情報縛りをしていたこともあってエンダードラゴンを倒すのにめちゃめちゃ時間がかかったんですよ。だからこそこうものすごい達成感があったし、嬉しかったし、感動しました。もう要塞を探すのも大変で何度も死んだりとか、せっかくエンドに行ったのに死んじゃって最初のリスポーン地点に戻っちゃったりとか、そういうこととかもあったので、よく遊んでくれた、諦めなかったっていうことは、ここがすごいね、金銭に触れてめちゃめちゃ泣いてしまって、すごいいい言葉だと思います。で、このエモい言葉で感動させた直後に2人の会話はね、急に難解で入り組んだものになっていくんですけれども、言葉というのは素晴らしいインターフェースを作り上げる、とても重要なんだ。そして画面の向こう側の現実をじっと見つめるよりも恐怖を感じない。これ急にこいつ何言ってるんだみたいな感じになるんですけど、このインターフェースっていうのは異なる種類のものを結びつける時の共用部分、境界、接触面だそうです、意味がね。つまりこのお互いの別の何かを共有するためのツールみたいなことだと思うんですけれども、人の思考っていうのは他人にはわからないけれども、言葉にすることによって伝えることができる。言語というのは人と何かを分かち合う時に素晴らしいツールだよねみたいな話だと思います、多分。で、マイクラでもそうだったんですけど、やっぱ未知のものって怖いんですよ。未知のバイオームとか行った時って怖いですよね。言葉にならないものっていうのは時に恐怖を感じます。で、私は特にわけもなくイライラしたり怖がったり、未知のものを未知のままにしておくのが嫌で、こんな感じでね、考察動画使ったり、何でもかんでも言葉にしたがるから、ここの言葉すごく納得する一文でございました。さらに A、プレイヤーが読めるようになる前、プレイしていないプレイヤーがプレイヤーを魔術師と呼んでいた頃は、そしてプレイヤーたちは空を飛ぶことを夢見ていた。悪魔の力を借りた杖で、ここめっちゃ難しかった。多分ね、原文じゃないから難しいっていうのもあるんだと思うんですけど、原文だとね、ここのプレイヤーは、プレイヤーズって複数形になってるんですよね。つまりプレイヤーたちっていう。だからここで指してるのは、スティーブでも乾物干物でもない、たくさんの第三者。別の人間の話だと思います。読めるようになる前っていうのは、要は文字を使う前の太古のことで、その頃からね、口頭によっていろんな物事を共有し受け継いできました。で、悪魔の力を変えた杖、ここがね、わけわかんなかったんですけど、ありとあらゆる考察をね、ちょっと英語のサイトとかも調べてみたんですけど、これはほうきのことなんじゃないかなっていうのが一番しっくりきました。ほうきを使って空を飛ぶことを夢見ていた。いろんな物事をプレイヤーは文字ができるようになる前も言葉でこういうもの、夢を共有していたよねみたいな、そういう話だと思います。このプレイヤーはじゃあどんな夢を見たんですか？さっきも言ったようにスティーブが見て体験した夢であり、プラス乾物干物が空想しスティーブを通して具現化した夢である。ほう、原子のインターフェースだな。100万年経つもなお機能している。けれどこのプレイヤーは画面の向こう側の現実で何か真の仕組みを作り出したのか。そう、このね、空想とか夢見ることっていうのは本当に昔から人間がやってきたことで、この100万年っていうのがだからそういうことを人類ができるようになったその歴史みたいなことを指してるんじゃないかなと思って。起こってない物事を想像できるのがね、人の優れた部分で、それは人類が生まれて何百年経った今でも変わってないという。さて、スティーブはエンドラを倒すという快挙を成し遂げましたけれども、乾物干物というプレイヤーは現実では一体何を成し遂げたんですかっていう B はゲームに熱中してるオタクに対してなかなかグサッとくる発言をするんですけれども、でそれに対してここでね言ってるんですね。プレイヤーはやり遂げたってね文字化けで言っていて、そんな考え読めないよ、サイコロ高めに達してないからねって、はい、これさっきも言った文字化けですね。何を成し遂げたは高めに達していない我々にはわからない。プラスね、マイクラやってる人ってたくさんいろんな人がいるので、人によって構築するべき持ってるクエストもやるべきこともやり遂げたことも全然違うので、それぞれのね人々にふさわしい文字になるようにあえてこういう言葉にしているとも捉えることができると思います。ということでね、そのクエストをちゃんと達成しなさいよってここでね言ってるんですね。私自身が全ての進捗を達成するにはまだまだ人生という長い夢を見続けなければいけないということで、ここまででだいたい会話の10%ぐらいなんですよ。わかる？まだここなんの。まだここ果たしてここまで読み込むのに一体何時間がかかって、動画時間も一体何分になるのだろうという、考えると恐ろしいけれども、このまま続けたいなと思っております。B が言っております。プレイヤーは我々が愛していること、宇宙の神羅万象は寛容であることを知っているのか。どういうことだっていうね。
要は創造主の2人、そんで人間の我々にとってはゲームの世界はね愛すべき場所だし、スティーブもね大好きで可愛い分身です。で時にねモンスターに襲われたりマグマダイブして命を落とすこともあるけれども、基本的に何をしても良い、自由で楽しさにあふれている世界です。そういうことだと思いますだがその長い夢の中で悲しくなる時がある。プレイヤーは熱のこもらない世界を生み出し、黒い太陽の下で凍え、自分の残念なものづくりを現実と捉えてしまうのだ。スティーブにとっての世界は愛すべきワールドですけれども、じゃあ乾物干物にとってのこの現実世界はどうだろうということで、本当はね我々の現実だって何をしてもいいし、何でもできる自由な世界のはずです。でも実際はたくさんの風にがんじがらめにされて息苦しい毎日を送っている人も多いと思います。私もねたくさんの納期に追われておりますで世界とかそして宇宙に目を向ければ自分なんてちっぽけな存在なのは知っているんですけれども、思い通りにいかない人生にくよくよすることだってありますよね。でそれに対してプレイヤーの悲しみを癒すようなことをしたら破滅させてしまう。その悲しみはプレイヤー自身の課題だ。我々が意に返すことではないみたいな感じで A は言っております。今これはねマインクラフトの例えばの話を A と B が言っていますけれども、もし現実にも A と B のような創造主火の鳥がいたら、そいつらが思い通りにいかなくて悩むね、子供たちのようなキャラクター我々を見たらどう思うか。もしかしたらね、かわいそうに悩んでるな、なんかヒントあげたいなって手助けしてあげたくなるかもしれません。でもね、きっとその介入はその子にとって幸せにならないんですよ。本人が乗り越えなくてはいけない課題なんですよ。で、火の鳥原作ではね、その火の鳥がしょっちゅう人類に介入しては様々な騒動が起こる話なんですけれども、良かれと思って助けてあげたのに結局不幸になるみたいなね、本当にやりきれない話が多いです。なんかその辺もリンクしてるなと思って。先ほども言ったまた文字化けが出てきました。文字化けしてるのはね、実はここの2箇所だけなんですけれども、この辺ね、ものすごい皮肉言われてる気がしないでもないんですけれども、このね、皮肉言われてるっていうのは実はね、もっともっと後の方で全然別の解釈だったっていうのが判明するんですけど、ここまで読んでるとものすごい皮肉を言われてるような気がしないでもないです。夢に熱中するっていうのは、要はマイクラして現実逃避してるってことですよね。現実から逃げて。で、そんな中毒クラフターたちに、君たちは現実でも立派に世界を作り出してるよ。殻にこもって怯えてるのを助けたいなって言ってるんですね。で、その手助けしたいって言っておきながら、まあ、君たちが現実だと思っているこの世界も単なる誰かの空想でしかないけどね、みたいな。君たちは誰かが動かすキャラクターでしかないけどね、みたいなことをそんなことをね、ぐさりと言ってるんじゃないかなっていう。それでも、彼らはゲームを遊んでいる。当たり前ですよ。マインクラフト楽しいんですから、お前らが作ったゲームですよ。もっと誇っていけ。しかし、彼らに伝えるにはとても簡単で。でね、ここで、この B がね、プレイヤーたちにその、現実逃避をして、マインクラフトという夢に逃げ込んでいるプレイヤーたちになんか生き方のヒントをくれようとしてるんですね。で、それに対して、A が生き方を教えることは彼らの人生を邪魔することになる。私は生き方を教えようというわけじゃない。プレイヤーは絶え間なく成長してる。こんな感じでね、ちょっとね、2人の意見が対立するんですよ。だからプレイヤーに介入したがる B と、あくまでも中立の立場でいようとする A っていうので、一貫して実はね、立場が分かれています。このね、火の鳥2名にも考え方の違いがあって面白いシーンだなって思いました。私はプレイヤーに一つお話をしよう。けど本当のことじゃない。で、このね、2人、折衷案としてお話をすることにしました。一見フィクションだけど真理も含まれているそんなお話。それを聞いて、我々ね、人間、貨物干物にヒントを得てほしいという。で、再び体を授けよう。そうだ、プレイヤーよ。プレイヤーの名前を使おう。干物がある。ゲームのプレイヤーだ。いいね。で、その主人公の名前をそれぞれのね、みんなのスティーブの名前に例えることにしました。これからね、我々人間はスティーブの名前を通して A と B から if の物語を体験することになります。さあ、息をしよう。もう一回。肺に空気を感じるんだ。手足を戻して、そう、指を動かして、体を持ち直して、
重力に空中に長い夢にリスポーンしよう。そこに君がいる。君の体はあらゆる点において再び宇宙に触れている。まるでバラバラになったかのように、我々がバラバラになったかのように。ここね、最初の諦めなかったと同じぐらい好きな言葉なんですけれども、ここで B は我々人間陥没干物に、このね、スティーブたちがリスポーンする時の感覚を言葉で教えてくれているんですよ、ここで。つまり、今までね、我々にとって死んでちょっと時間を置いてベッドにワープしてるわ、ぐらいの認識だったのが、この言葉で急にリアルな体験になるんですよ。はぁ、息をして、肺に言葉吸い込んで、ってやって世界にリスポーンするみたいなそうしてね、今まで以上にスティーブと一体化して物語を聞くことができると。でね、我々とは誰だ。かつて我々は様々な名で呼ばれた。どうたらこうたらどうたらこうたら。我々は宇宙どうたらこうたらどうたらこうたらどうたらこうたら。物語が始まるかと思ったら、二人はね、ここで今更自己紹介を始めます。今更です。説明を先にしてしまったんですけれども、ひよながね、考えた二人の正体は火の鳥ってね、前日の通りなんですけれども、これね、リスポーンしつつ、宇宙にね、長い長い夢を見ている瞬間に二人がここで初めて正体を明かすっていう、これもまたなんかエモいですよね。君を見たい、君を知りたい、君に知ってもらいたい。だから我々は君に語りかけているんだみたいなね。ちょっとなんかそういう、こうドキドキするようなことは口にして、そして A と B は今までの会話よりさらに難解な物語をここから話し始めるのでございました。ここまででようやく半分です。いかがでしょうか。ところどころ辻褄が合わない部分もありますけれども、ここまで自分なりに解釈してみたつもりです。本当にね、脳みそ振り返ってしたので、もうね、これ台本をね、一生懸命先日考えてたんですけれども、もう文字を打つのも疲れてきて、多分聞いてる方も疲れてるかもしれないんですけれども、もう少しね、この独り言に付き合ってほしいなと思います。ここからですね、いろんなifの話が始まるんですけど、すっごい難しいですよ、こっから。もうね、何度も解釈がうまくできなくて諦めかけたんですけども、ちょっと自分なりにね、ちょっと仲間無理やりに考えてみたので、よかったら聞いてみてください。では読みます。昔々プレイヤーがいた。プレイヤーとは君、干物ガールのことだ。時に君は溶けた岩の周り球体の薄皮に立ち、自分を人間だと考えた。その溶けた岩の玉は自分の33万枚も巨大な高熱ガスの玉の周りを回っていた。それらはあまりに離れていて、間を渡るには光でさえ8分かかるほどだった。その光は星からの情報であり、1億5000万キロメートル先から君の皮膚を日焼けさせることができた。時にプレイヤーは一つの夢から他の夢に目覚め、するとその夢からそのまた次へと目覚めていった。時にプレイヤーは画面に映る言葉を眺める夢を見た。さあ戻ろうということでもうここまでで頭の中にハテナが100個ぐらい出てるんですけれども、おそらくなんですけど、これはマインクラフトでの人生、つまり今我々がまさに過ごしている、マイクラプレイしている我々が過ごしているような人生の話だと思います。B の文章はゲーム内の話、A の文章はそれを遊ぶ現実世界の話だと考えられます。溶けた岩の回る球体の薄皮にタッチ、自分を人間だと考えた、つまりリスポーンのことですね。白く四角い太陽はマイクラの特徴ですし、地面を歩きながらダイヤを掘り当てることなんかを考える、そんな話だと思います。でね、そんな物語に遊んでる人間は没頭いたします。でね、この3番目のね、B の言葉は一体何を意味するのだろうってなったら、これはね、ワールドの違いやバージョンの違いを意味するんじゃないかなって。いろんなバールドってなんだよいろんなワールドやバージョンをね、渡り歩いて、一つの夢から他の夢に目覚めていくスティーブ。干物ガールは最後にエンドラを倒し、エンドポエム、画面に映る言葉を眺める夢を見る。まさに今この瞬間の話ですね。で、B のさあ戻ろうという掛け声で広がった人生は再び逆戻りしてリスポーンするわけですけれども、さあここからどうなる？また別のマインクラフトの話が始まるのかなと思ったら違いました。プレイヤーの原子は草に、
川に、大気に、大地に散っていった。一人の女性がその原子を集めた。飲み、食べ、吸い込み、そしてお腹の中にプレイヤーを形作った。そしてプレイヤーはそのぬくもり、母体の暗い世界から長い夢へと目覚めた。そしてプレイヤーは語られたことのない DNA で綴られた新たな物語になった。そしてプレイヤーはかつて生きたことのない母乳と愛のみからできる新たな人間になった。どんどん B が饒舌になってる気がするんですけれども、それは置いといて、先ほどとは話がガラッと変わります。これはまさしく赤ん坊誕生の話ではないですか。B はね、前からのディスポンどころか、自分が生まれる、この我々人間が生まれる瞬間まで時間を戻してしまいました。こうやってね、前からわははははって遊んでいた我々人間は、さあさあ時間を巻き戻して生まれた頃に戻りました。そしたらね、B がね、さらに戻ろうって言うんですよ。まだ戻るんかいっていう。70億の10億倍のそのまた10億倍の原子、プレイヤーの肉体を作り上げる。それは、このゲームより遠い昔に星の中心で作られた。だからプレイヤーもしっかり星からの情報だ。そしてプレイヤーは物語から物語へと進んでいく。それはジュリアンという男が植えた情報の森で、平坦で無限に広がる世界をマルクスという男が創造したのだ。その物語はプレイヤーが創造した自分だけの小さな世界の中に存在し、住まう宇宙を創造したのは点々点。ということで、いよいよ脳みそが追いつかなくなってきたんですけれども、頑張って考えたいと思います。人間を形作っているのは水素、酸素、炭素、窒素、その他もろもろ。これらはね、元をたどれば我々が住んでいる星、つまり地球で生み出されたものです。人間をプログラムだとするならば、それは地球から生まれた情報の一つです。そうしてね、生まれた乾物ひもの人間というプログラムは、自分自身の物語からマインクラフトのスティーブの物語へと展開していきます。このね、ここの文章、何億年前レベルの原子の話をしていたと思ったらいつの間にかね、マイクラの話に戻るんですよ。それはジュリアンという男が植えた情報の森で平坦に無限にいるマルクスという男が想像したのだというね、話からもね、地球の壮大な話をしていたところから急に前からの箱庭に話が入ってくるっていうね、それがよくわかると思うんですけども、それをね、話しているうちに B はヒートアップして、うっかり乾物ひものより高次元のね、誰かの名前を口にしようとして、A にたしなめられます。時にプレイヤーは自分だけの小さな世界を穏やかで温かくかつ素朴なものにした。時に頑丈で冷淡かつ複雑なものにした。時に頭の中に宇宙のモデルを構築した。前から始めたプレイヤーは自分だけのワールドを思い思いに作り始めるという話だと思います。でね、それを時に惑星や星などと呼んだ。時にプレイヤーは自分のいる宇宙はエネルギーでできており、エネルギーはオンとオフ、0と1、符号の羅列でできていると考えた。時にゲームで遊んでいると考えた。時に画面の言葉を読んでいると考えた。そう。自分のね、作ったワールドを思い思いに動かし始めたプレイヤーは、そのうちね、そのワールドのことを惑星や星と呼んで、まるで現実世界のようにめでているうちに、自分の住む世界も同じようなものなんじゃないかと考えた。さっきね、A と B がね、ほら、お前らのこの現実も誰かの夢なんだぞ、みたいなことをね、考えましたと。要は自分の世界もゲームみたいなもんじゃないかと悟った。今私が必死にエンドポエムを解釈し、台本に文字を打ち込んでいるこの行動もゲームのイベントであり、誰かの言葉なのではないかということで、君はプレイヤー言葉を読み、時にプレイヤーは画面の符号を読んだ。それを言葉に解読し、言葉を意味へと解読し、意味を感覚、感情、定理、思想へと解読し、プレイヤーは呼吸を早く深くし、生きていることを知った。生きていたのだ。あの何千もの死は現実にはならず、プレイヤーは生きていて、君は生きている。さて、ここまでね、読んできたんですけども、最初の頃からね、何度も考察に出てくる、そのね、乾物干物というね、ゲームを遊んでいる誰かっていうのは一体誰なのか、干物の高次元の世界の人間は誰なのかという話なんですけど、ここの A と B の会話にその答えがあるような気がします。例えば、スティーブは私にとっての分身です。夢見る私にとってのマイクラ世界での分身です。マイクラという世界自体での私自身です。ならばきっと、このね、乾物干物の夢を見ている誰かっていうのも私の分身であり私自身です。私、乾物干物はこの地球という惑星で生きています。
他の次元の分身はどうだ、きっと彼女たちはその世界で生きています。誰かにとっての乾物干物が0と1のプログラムだったとしても、私は乾物干物、自分は生きていると感じます。そのようにマイクラで何千回と死んでいたとしても、スティーブはね、このマイクラの世界で今でもちゃんと生きている。干物ガールはその世界で生きているんですよ。で、ここまで考えて、ふとマイクラを始めた頃に感じた、妙なリアル感みたいなのを思い出したんですよね。このゲームはね、本当に何でもできます。普通に冒険することもできるし、すごい建造物を作ることもできるし、計算機みたいなのをね、作り出しちゃう人もいるし、本当に何でもできます。洞窟探検をすることもできるし、動物と戯れることもできるし。で、動いてる間はひたすら時が進んで、ほのぼのとした世界はね、夜になったら一転危険な場所となります。四角いブロックの集合というね、簡易的なグラフィックなのに、この自由度と日常感、そして突然迫り来る危険なんかが、とてつもないリアルをもたらしてしまって、私一時期はね、怖くてまともに動けなかったし、鶏一匹殺すのも嫌だったんですよ。でね、そうやって怖い怖いって言ってるとコメントとかで、なんでそんなに怖がるのみたいな。死んでもベッドに戻るだけやで、荷物はまた取りに行けばいいんやでってね、コメントでたくさん言われたんですよ。でもきっと、あの時、私は、このマイクロの世界で生きているスティーブと同じ恐怖を味わっていたんだなと思って、あの時確かにスティーブはあそこで生きていたんですよ。干物ガールはあそこで生きていたんですよ。で A と B はね、しばし現実世界について言及します。さっきも言ったよね。それは一見ゲームばっかり熱中しないで現実も頑張りなさいっていう皮肉に見えます。それもね、さっき言いました。でも本当は違うんじゃないか。さっきのね、このプレイヤーは生きているとか、プレイヤーは画面の符号を読んだとか、上の世界、我々より高次元の世界の存在も、そして我々も、そしてマイクラの世界のスティーブも、その世界でね、確実に生きています。スティーブの世界も乾物干物の世界も同じぐらい大切で愛おしいものなんじゃないか。それを2人は伝えたんじゃないかなと思って、時にプレイヤーは夏の揺れる青葉を透かす太陽の光を通じて宇宙が語りかけてきたと考えた。時にプレイヤーは冬の引き締まった夜空から降る光を通じて宇宙が語りかけてきたと考えた。時にプレイヤーは0と1を通じて世界に満ちる電気を通じて夢の終わりに画面に流れる言葉を通じて宇宙が語りかけてきたと考えた。ここまでね、読み込んだ我々にとってもはや A と B の言葉はただのエンドロールに流れる言葉の羅列ではないでしょう。それはきらめく太陽や星の輝きと同じぐらい大いなる存在からのメッセージです。そして A と B、宇宙は言いました。君を愛している。君はよくゲームを遊んでくれた。君が必要とするものは全て君の中にある。君は思っている以上に強くなっている。君は太陽の光で、君は闇夜で、君が戦う闇は君の中にあり、君の追い求める光は君の中にあり、君は一人ではなく、君は他のあらゆるものと隔たりはない。君は自身を試し、自身に問いかけ、自身の符号を読む宇宙である。君を愛している。君が愛であるからと。これはゲームをクリアした者に向けた単なるメッセージではありません。エンダードラゴンを倒したスティーブだけでなく、これまでの人生を歩んできた乾物干物にも向けられた力強い愛情と励ましと気づきのメッセージです。我々はマインクラフトの世界のスティーブのように現実世界でも何者にもなれるし何でもできる。自分の人生を夢見るのもまた別の世界の自分自身であり、お互いの世界は同じぐらい大切でお互いがお互いを愛している。火の鳥、つまりゲーム開発者はただ単にエンダードラゴンを倒したユーザーを激励するだけでなく、ユーザーの現実世界の人生も肯定して愛を示し、そしてゲームも現実も同じぐらい大切で愛おしくて何でもできるよというね、自分たちが作ったゲームに対しても現実世界に対しても同じぐらいポジティブなメッセージを送っているんじゃないか。思い通りにならなくて窮屈で退屈だと思っていた現実世界にももう一度目を向けて頑張ってみようと思える明るい言葉であり、同時にゲームの世界でプレイヤーは生きているとマイクラの奥深さを肯定する開発者からの自信に満ち溢れたメッセージであると思います。
そしてゲームは終わり、プレイヤーは夢から目覚めた。そしてプレイヤーは新しい夢を見始めた。こうしてね、長い長いエンドポエムを読み終わったスティーブは夢から目覚め、新しい人生を始めます。そこでの選択は自由です。もう一度別の世界でドラゴンを倒してもいいし、建築に没頭してもいい。たまにはね、ゲームから飛び出して乾物干物として家の外を散歩したり、古い友人に連絡してもいい。選択は自由だ。なぜなら君がプレイヤーだ。目覚めよ。ということでいかがでしょうか。ここまで考えました。ちょっとね、このあたりがね、ちょっと解釈が難しくて、かなり強引になってしまったんですけど、要はね、このね、ポエムが言いたいことっていうのは、ゲームをプレイしてくれてありがとう。っていうことと、君たちがやっていたこのマインクラフトっていうゲームは君たちの夢を具現化する素晴らしいゲームなんだよっていうことと、でも君たちはこのゲームで熱中して時にはね、現実逃避もしてしまうけど、君たちが暗い夢だと思っているこの現実世界も実はね、夢の続きであり、誰かの夢見る世界であると。で、それを夢見ているのは全て自分自身だよって。自分自身の夢なんだよ。マインクラフトのスティーブも、この世界の君も、君が動かしている夢なんだよって。だから、君たちはどの世界でも生き生きと生きていて、何でもできるし、何にでもなれるし、だから、マインクラフトを楽しむのと同じぐらい人生も楽しめるものなんだよって。たかがゲームなんて人々は言うけれども、この世界でね、スティーブは生きている、何でもできる、現実世界と同じぐらい楽しいゲームなんだよって、ここまで遊んでくれてありがとう。さあ夢から目覚めて好きなことをしてねって、そういうね、エンダードラゴンを倒したものへの激励のメッセージなんじゃないかなと、私は解釈いたしました。本当にね、もう合ってるかどうかも1ミリも合ってないかもしれないんですけれども、ここまでね、ちょっと自分なりにね、このエンドポエムというね、長い長い物語を解釈してみました。いやー、なんかね、なんだろう、マインクラフトってさ、基本極論物語なんてないじゃないですか。私はね、物語性のあるゲームがすごい好きなんですけれども、で、物語性のあるゲームばっかり実況してるんですけど、本当にマインクラフトは例外でね、好きなようにできる、何でもできる世界で遊んでいたんですけれども、その何でもできる物語がないって思っていた世界で、私は自分だけの物語を作っていたんだなっていうのを、このポエムを解釈して改めて感じました。そして最後の最後にね、このエンドポエムっていうなんか最大級の考察要素でぶち込んできて、マインクラフトがすごいね、楽しかったです。結構頭脳みそ使ったんで疲れましたけれども、すごい楽しかったです。ちょっとね、説明が下手くそで私が何言ってるかわからないっていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとでもね、こういう解釈できたんだとか、あと、干物はこうやって言ってるけど僕は違うと思うな、みたいなね、ちょっといろんな思いがあると思います。もしね、よかったら今まで飛ばしてたっていう人も、またね、改めてこのね、エンドポエム見ていただけたら嬉しいなと思います。マイクラのね、制作者たちの夢というか、思いが詰まってるエンドポエム解釈させていただきました。楽しかったです。では、またね、私もこのね、夢から覚めて新しい夢をね、見てみたいなって、このエンダードラゴンを足した続きもやるのもいいし、新しいワールドにね、行くのもいいし、夢の続きをね、見たいななんて思っております。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。